そんな旅してみたい。モンスーンがもたらす雨により聖なるガンジスは静かに増水し、町のガートや路地までも飲み込んでしまいます。けれどわずかに残されたその水面にそっと手が伸びます。インド・バラナシサワンの月、巡礼者たちが集い神の名を叫びながら今日もまたこの川に身を委ねるのです。インド・バラナシ、ガンジス川の夜明けです。7月、モンスーンが降らせた雨はガンジスの水位を持ち上げ、見慣れた景色は一変しています。川の中腹に浮かぶ中州も、岸に沿うように伸びているはずの道も、その道と町の路地とをつなぐ階段ガートも、今はすべてが川の底に沈んでいます。この年の雨季にガンジス川の水位は3、4メートルも上昇したといいます。今朝もモンスーンは変わらずに強い風とともに雨を落としています。神の川ガンジス、始まりはバラナシからはるか北のヒマラヤ山脈ガンゴートリー氷河。その氷河から湧き出すバギラティ川がインド北部のデーブプラヤーグの地でアラクナンダ川と合流し、ガンジス川が生まれます。ヒンドゥーの神話ではガンジス川はもともと天井の川でした。神々がその本流を天から地上へと流したとき、シバ神がその流れを自らの髪の毛で受け止めたといいます。そしてシバは激しく流れるガンジスを優しく地上へと下ろしたのです。これこそがガンジスが神の川と呼ばれるゆえんです。人々はガンジスを女神ガンガーとして崇めます。彼らにとってガンジスに触れることは神聖な存在に触れることであり、女神の慈悲と浄化を授かること。だから人は今日もガンジスを訪れ、身を沈めて自らを清め祈るのです。さて、朝のバラナシ旧市街へと繰り出してみましょう。バラナシの細い路地はオレンジ色の衣を身にまとった人々であふれかえっています。7月はカーンワルヤトラと呼ばれるお祭りの月。カーンワルヤトラとはシバ神に捧げられるお祭りで、バラナシにはインド各地から巡礼者たちがやってきます。彼らはオレンジ色の服にその身を包んでいます。オレンジ色、正確に言えばサフラン色はヒンドゥーの世界において最も神聖な色の一つ。それは炎を象徴します。炎はすべてを焼き尽くし清める存在、つまり浄化や魂の目覚めを意味するのです。さらにサフラン色は自己犠牲や献身を表す色でもあります。巡礼者たちはガンジスの聖なる水を救い、それぞれのふるさとへと持ち帰ります。その水は家族と分かち合われたり、各地のシバ寺院に捧げられたりするのです。巡礼者たちはどこへ向かうのでしょうか。ご一緒させてもらいましょう。
巡礼者たちが口々に叫んでいるのはボルバムという言葉。ボルは呼ぶ、バムは芝。つまりボルバムは芝の名を呼べという意味合いです。インドではハラハラマハディーブという言葉もよく耳にします。これはシバ神を称える言葉で、儀式などでもよく使われます。けれど実はローカルの方々たちと挨拶代わりに交わすことでぐっと距離が縮まる、そんな魔法のようなフレーズでもあるのです。人と人とがすれ違うことさえ窮屈な狭い路地を抜けます。バラナシローカルの方々と巡礼者たちが入り混じるこの光景は、このお祭りの期間中、つまりヒンドゥー暦サワンの月ならではの景色です。サワンの月は西暦の7月中旬から8月中旬頃にあたります。さて、そろそろ大通りが見えてきました。細い路地の先に広がるのはダッシャーシュアメドガートロード。バラナシの町とガンジス川を結ぶメインストリートです。巡礼者たちが列をなしてたどり着いたのは聖なる川ガンジス。彼らはこの川で沐浴をし、静かに祈りを捧げます。モンスーンの雨が水位を押し上げ、ガンジス川は町の路地にまであふれ出し、ガートはすっかり水の中。今祈りに触れることができる水面はほんのわずかしか残されていません。それでも人々は次から次へとガンジスに身を沈め祈っています。巡礼者たちは聖なるガンジスの水を大事に救います。水に触れ一心に祈る人々。その姿を見ていると、本来なら川岸はもっと広いのになんて思ってしまった自分の浅はかさにふと恥ずかしさを覚えます。この時期になると必ずと言っていいほど増水する神の川ガンジス。巡礼のお祭りが行われるサワンの月もまさにこの時と重なっています。その偶然とは思えない一致に、人の英知をはるかに超えた大きな存在の意志を感じずにはいられないのです。北向きにその身を委ね手を合わせる人々。その祈りに応えるかのように、モンスーンは今日も優しい雨を落としています。